こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今夜はブラジルの不思議な物語をお届けします。赤い帽子をかぶり、片足でぴょんぴょんと跳ねる少年。果たして彼はいい人？悪い人？それとも？それではゆっくりお聞きください。サシペレレ。昔昔、ある村の近くにいたずら好きなサシペレレが住んでいました。サシペレレは赤い帽子をかぶり、片足でぴょんぴょんと跳ねていました。朝起きると、おもちゃが全部隠されていたり、ご飯がどこかへなくなっていたりしました。そんなある日、村に森の神様からお告げが届きました。この森から幸せになる薬草を見つけてきた者に、知恵と幸運を与えよう。けれど、その薬草は深い森の奥にあると言われていました。大人たちはみんな頭を抱えてしまいました。ルイスが家に帰ると、台所のケーキがなくなっていました。そこに小さなつむじ風が起こり、煙がゆらゆらと揺れていました。その中からサシペレレの声が聞こえました。ケーキが欲しければ僕についてくるんだ。ルイスは言いました。サシペレレ、僕のケーキを返せ。サシペレレはぴょんぴょんと跳ねながら
森の奥へ入っていきました。ルイスは怖かったけれど、煙を頼りに森の奥へ進みました。すると、不思議な木や怖い動物が現れましたが、煙がルイスを守ってくれました。やがて、ルイスは森の一番深いところにたどり着きました。そこにはほのかに光り、甘い香りを漂わせる薬草が広がっていました。その真ん中でサシペレレが楽しそうにパイプを吹かしていたのです。ルイスは驚いて言いました。これだ。幸せの薬草だ。ルイスが薬草を持ち帰ると、村には幸せな笑顔が広がりました。ルイスはお礼を言うために、また森へ行きました。ありがとう。君が道しるべになってくれたんだね。サシペレレはニコニコして言いました。僕のいたずらは君が一人で頑張れるように勇気をあげるためだったんだ。そう言うと、サシペレレは煙を吹き出しながら森の奥へ消えていきました。おしまい。人生の中でふと出会う人や出来事、その巡り合わせをどう受け止めるかで、未来は大きく変わっていくのだと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。いい夢を。